らりひょん。大きな頭に羽織袴、もしくは袈裟をまとった老僧姿で、家の者が忙しくしている夕暮れ時に、どこからともなく現れて、他人の家に上がり込み、茶やタバコを飲む。そこにいることが当たり前のように振る舞い、その存在に誰も疑問を持たない。妖怪の総大将。これらは現代の解釈が作り出したイメージである。元文2年、西暦1737年に描かれた百回図鑑。安永5年、西暦1776年に描かれたガズ百鬼夜行。明治23年、西暦1890年に描かれた暁斎百鬼画談。そのほとんどに説明や伝承は残されていない。しかし、昭和4年、西暦1929年に刊行された妖怪画談全集で、ガズ百鬼夜行のぬらりひょんの絵に、まだ宵の口の東映に、ぬらりひょんと訪問する怪物の親玉との説明が添えられ、妖怪の総大将としてのイメージが定着していったと考えられている。まだ宵の口の東映にぬらりひょんと訪問するというそのイメージは、描かれた絵や名前の響きから推測できるが、妖怪の親玉というイメージは一体どこから来たのか。江戸時代の旅行家菅江真澄の雪の井出羽寺にはこんな一節がある。佐江の上坂は、ぬらりひょん、おとろし、野槌などが百鬼夜行することがあるので、化け物坂と呼ぶ人もいる。とあり、ぬらりひょんが百鬼夜行することがあると書かれている。また、江戸時代後期の随筆集、紀遊正覧の化け物絵の項目には、光重の伝え広げた百鬼夜行絵を祖とし、元信などが書いたものもある。登場する機会に名があるのは、浄土絵すごろくが最初であろう。その名の大略は、赤口、ぬらりひょん、牛鬼、山彦、おとろ、わいら、うまん、めひとつぼ、ぬけくび、ぬぺらぼ、ぬぎほとけ、ぬれ女、ひょうすべ、しょうけ、ふらり、りんぼ、すかがみ、みのけだち、あうわ、どうもこうも。これらの名は、その姿からついたものが多いようだ。などとあり、化け物絵は、光重の百鬼夜行絵を元にし、加納元信らが描いたものがあり、それに名がついたものは、浄土絵すごろくが最初だろう、とされ、やはりそこには、ぬらりひょんが名乗りを上げている。いくつかの百鬼夜行に名を連ねたぬらりひょんが、妖怪たちの親玉として解釈されたのではないだろうか。また、江戸時代の国語辞典、利元集覧のぬらりひょんという項目には、小方言元信化け物の書とのみ書かれている。この小方言元信は戦術した室町時代の絵師加納元信のことであるが、残念ながらそのぬらりひょんがどのような姿で描かれているのかは見つけることができなかった。しかし、
この百回図鑑の奥書きには、古方言元の物質と伝えられる写本をさらに写したものだと書かれており、室町時代頃にはすでにぬらりひょんはこのような姿であったと考えられる。江戸時代後期に描かれた薩摩の大石兵六物語絵巻には変わったぬらりひょんが登場する。悪さをする狐退治に向かう若侍大石兵六が狐の化けたもののけどもに翻弄され、命からがら逃げ惑い、時には追い返したりする物語である。そのもののけどもの中に狐が化けたぬらりひょんが現れ、我はぬらりひょんというそうなり、大根漬けの代わりに片足をお供えし、葬式の後の宴をしきりて座禅の眠りを覚まそうぞと言って近寄ってくる。顔の長さだけで一尺、約3メートル余り、ガラスのような肌に細首、細目、鼻筋高く口広く、緋色の衣に和げさをかけ、水晶の数珠をつまぐる坊主の化け物として描かれている。大石兵六夢物語の原点とされ、多くの写本を残した現代でも愛される物語である。この物語の青白く口の長く伸びたぬらりひょんの様子は、イルカの化け物のようにも見える。他に変わったぬらりひょんといえば、岡山の伝承に、ぬらりひょんは瀬戸内海に多く出没する海坊主の一種とされ、人の頭ほどの大きさの丸い玉が波間に浮かんでおり、引き上げようとするとぬらりと手をすり抜け、ひょんと浮いてくる。これを繰り返すので、この名が付けられたのだと言われている。江戸時代中期に書かれた浮世草紙公職拝読山には、その形ぬらりひょんとして、例えばナマズに目口もないようなるもの、あれこそ嘘のせいなれなどとあり、海坊主やのっぺらぼうのような姿を連想させる表現である。ぬらりひょんは漢字で、滑るひさご、ひょうたんと書かれるが、捉えどころがない、要領を得ない様子や人のことを言う言葉に、ひょうたんなまずというものがある。このひょうたんなまずという言葉は、大杖としても有名で、ひょうたんでナマズを押さえつけようとする猿が描かれた絵である。憎らしい、人の心もナマズかな、という句を添えて、のらりくらりとした人の心を揶揄したものであると言われ、江戸時代初期頃から近江の組で書き売られていた民画である。この絵には元ネタとなる絵があり、それが国宝表年図である。室町幕府の将軍足利義持が出したひょうたんでナマズを抑えることができるかというお題に、宋除雪が禅問答になぞらえてこの絵を描き答えたものだとされている。空高く飛ぶものは矢に糸をつけて絡め取り、水深く泳ぐものは網で捕らえる。これが漁の常である。
中がうつろで丸く滑るひょうたんで、鱗のないネバネバしたナマズを深い泥水の中で押さえつけることなど決してできないだろう、などとその問いに答えた僧たちの禅問答も書かれている。室町時代に描かれた表念図。室町時代から伝わるぬらりひょんの姿。滑るひさごと書かれるぬらりひょんの名。大杖として流行したひょうたんなまず。そして海坊主の伝承。老僧姿のぬらりひょんと海坊主姿のぬらりひょんは表念図から派生していったいわば兄弟のようなものではないだろうか。そして百鬼夜行の先陣を切って走り出し、妖怪の総大将と言われるようになった。しかし真相は手をすり抜けてゆく。思いを馳せるのみである。ぬらりくらりと捉えどころがない。滑るひょうたんのように。